エンジンも、ハンドル周りも足回りもこの辺りね全部がこう統一されて同じ方向にバランスされてるような感じでねすごくね印象がいい。エンジンもね普通の良さがねいろいろ感じられる。じゃあこれでいきますね。はい、全開踏みます。音元気ですよね。まあそんなねもう全然速いとか。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。今日はフリードのガソリンモデルに乗っています。でねこのフリードのガソリンモデルすごくいいね。ハイブリッドモデル乗った時はちょっとね、言葉に詰まるというか煮え切らないところがあったりなんかしたんですけれども、今日のガソリンモデルはねすごく印象がいいです。車はエアー EX の7人乗りです。エンジンも、ハンドル周りも足回りもそれからシートの硬さとかもねこの辺りね全部がこう統一されて同じ方向にバランスされてるような感じでねすごくね印象がいい。で今からちょっと高速乗るんでね合流で踏んでいきます。エンジンもねすごく普通なんですけれども普通の良さがねいろいろ感じられる。で普通にいいんですよね。じゃあいつもの通りここら辺で50キロから行きましょうか。右側車いなかったらね踏んでいきます。じゃあこれで行きますね。はい、全開踏みます。音元気ですよね。そんなねもう全然速いとかはやっぱりいないです。車重1400キロで、1500cc の純ガソリンエンジンで今回からねポート噴射のタイプで、出力もね馬力118馬力ということで、すごくねオーソドックスな、コンサバなねエンジン、圧縮比も 10.6 だったかな。で今日はリアシートにねもう一人乗員も乗っています。2人乗車でこんな感じなのでそんなにね速さとかはないんですけれども、伸びていく感じがねいいですね。でね振動もねそんなに盛り上がらなくて、3000回転ぐらいに CVT が回転数をポンと上げてで4000回転ぐらいでスーッと伸びてねで上に行くに従って徐々に伸びていくこの感じ、ガソリンエンジンのねいいところ詰まってますね。ちょっと後ろ車いるけど速度落っこったんで S レンジでもう一回踏みます。ふおーっとねなんだこういう気持ちよさってのは速さじゃなくてね、質感っていうかねフィーリングこういったところがね今回のフリードのこのガソリンモデルに搭載されているエンジンは L15D というエンジンのタイプになります。でねこのエンジンがね WRV にも一応形式上は同じエンジンが積まれていたんですね。フリードも WRV も、形式上は L15D というエンジンでもね乗ってみるとね印象が違うんですよね。 WRV の時はもうちょっとというかね振動が盛り上がるのとすごくフラットトルクっていう言葉は自分使いましたけれども、低回転からの盛り上がりがない。CVT がね回転数上げればそれはイコールギア比が加速側に行きますからそれによる加速感の盛り上がりはあるんですけれどもエンジン自体のね、盛り上がりのない感じないエンジンで振動はぐわーっと盛り上がってきてねこれもインドのねエンジンと違うのかなとか思っていたんですけれどもフリード乗ったらどうなんだろうってこのエンジンなのかなどうなのか心配だったんですけれどもいやーもうそんな心配いりませんでしたね。ほんのちょっとね4000回転あたりで左足のフットレストにピリピリと振動が来るぐらいでそう高速ちょっとねもうすぐ降りちゃうんでこのハンドルの安定性の話もねちょっと車線変えますね。車線変えるときにこのぐらい時間かけてゆっくりこうじわーっとね車線を変えるのも
すごい滑らかにできますし、もうちょっとね素早く切っても車側が穏やかな動きになるようにねフロントを支えてくれながら動いてくれる。結構ねハンドルが重いんですね。結構というか重めだね。ハイブリッドモデルの時は、ちょっとこの辺が微妙な軽さがあったりとか、フィール的に気になるところがあったんですけれども、そういうのもねなんか重さでこうね重くすることで目立たなくなったというのかな。自分が中心あたりもうちょっと締め上げてほしいってこう動画でも言いましたけれども、ガソリンモデルはねそういうとこありますね。もう真ん中が締まってるというよりは全体的に重くてずっしりしていて、でも結局この重さから来るずっしり感、走りやすさってやっぱりあるのかな。料金は250円です。ごめんなさい今日もね安定の250円区間。すごくね運転がお上手な方ですとか、昔からの車好きの方でしたらね、中心あたりは抜けていてくれた方が自然と考えられると思います。自分も細かいこと言うというかね、すごくこだわればそっちのタイプなんですけれども、フリードってねそういう人のためだけの車じゃなくてね、むしろママさんとか、もうねママさんから大人気の車ですよね。あと免許取り立ての方ですとか、あとおじいちゃんおばあちゃんっていう場合もあるのかな。いろいろな方のことを考えた時に、ある程度ね中心あたり、ここほんとねこのあたり重めの方がいいのかなと。今ねパーキングスピードだとやっぱり軽くなります。なのでそんなに心配いらない。取り回し上はね切り遅れちゃったことが起きにくいぐらいで、でも普通に走ってるともうこの速度からね今時速20キロぐらい、ずっしりしてきますね。ハイブリッドの方が最初の切り始めが軽くて、回していく方が滑らかに感じられて、コーナーとかもねスッと入っていくような感じ受けました。でなんかね重量の関係とかもあるのか、前が動きやすく感じたんですね。でガソリンモデルの方はもうちょっとね落ち着いている。やっぱり落ち着いているっていうか、車の挙動がっていうよりもハンドルが締め上げられてるからっていうのかな。でどっちかっていうとね、なんかこう前と比べた時にリアサスペンションの方が柔らかく感じられる時もあったりなんかして、そういったところもねバランスよく感じられてね、自分はこっちの方がねもう断然いいかな。シートも硬いですし、足回りも柔らかいとは言えないです。そんなすごい硬いわけではないんですけれどもね。でごめんなさい、今日の車はねオドメーター120キロで借りてきまして、今244キロで、そうね120キロ乗ってきたのかな。でもまだねちょっと新車っぽいギスギス感があってね、最初よりはマシになりました。100何十キロ走ってればやっぱりだいぶマシになってきましたけれども、ちょっとね初期の動きにくさとか動いた時のギスギス感はあるので、完全にね本調子のこの車の状態ではないと思います。ハイブリッドの時乗ったのが1000キロを走っていた車でしたので、一番いい状態だったとすると、こっちはまだね新車に近い状態。工業製品全般に言えますけれども、初期のうちから 100% の力をね能力を発揮するように滑らかに作ってるものっていうのは寿命が短くなるらしいんですね。ある程度最初はギスギス感が残るぐらいを許容することでトータルでの寿命が伸びるということが言われますから、しょうがないってはしょうがないですよね。それが少し固めでかつサスペンション動いてくれる方向のサスペンションなので、ちょっとギスギス感が目立ちやすい、新車時のそういったところが目立ちやすいというのがねこのフリードの一つの特徴というかね、そういうところがあるのかなと。でもねこれ実際に買われたら乗ってる間にどんどん良くなっていくってすごい楽しいですよね。エンジンも燃費も伸びていきます。滑らかに燃費も伸びていって、足回りも滑らかになってきたりなんかしてね。タイヤも多分ね1000キロぐらいで馴染んでくるのかな。リプレース用の交換用のタイヤとか入っていてね、場合によっては2000キロぐらい走ってそれで一皮むけたんじゃないのって思うようなタイヤもありますから、これもう新車の醍醐味ですよね。でね、そうだな、したい話が燃費とタイヤの柔らかさとか乗り心地の話もしたいので、エンジンの話もうちょっとすると、オートは元気ですね。ちょっとした加速でもグオーンとね、今周り車いてある程度音うるさいのでそんな気にならないですけれども、
深夜ね単独で走っているとちょっとした加速でもねグオーンと行ってくれて、でまあそれがいいとは言わないですけれどもね、普通にというのかな、生活に寄り添うとか考えたら、そうね、なんかあまりこう特別感ない方がいいと思うんですよね。特にこういう車ですと、こういう車だからこそっていうのかな、特別感ないのが結構自分はいいと思っていて、そうね、それで言ったらハンドルもうちょっと柔らかかったらね、シエンタみたいにハンドル軽かったらそれこそママさん仕様になるんでしょうけれども、こういうところでほんとね、重心柔らかい抜けている車が好きな自分でも、やっぱりこうね、ハンドル重い車って結局走りやすいのかなっていうのを感じますね。これはね ACC 使っていてもハンドルねちょっと触ってくださいって出ますよね、ソーダ支援出してる間。それもハイブリッドの時より出ましたからすぐ出ちゃう。つまり最低限の力だけ入れて走る。車自体はねやっぱりコンパクトなミニバンですから、そんなにね直進性がいいというわけではないんですね。やっぱりねちょっと取られやすいとか、微妙に車がどっちかに寄ってっちゃって調整しなきゃいけない時がある。でも本当指の肉皮なんていうのかな、手のプニュッとしたところでねちょっと力を入れればいいぐらいの修正でずっと走っていける。喋ってるとねさすがにあれですけれども、微妙な運転でね、ほんとね外から見てたら無駄がないような運転ができる。結局ここが全てかな。今日のってね、自分がこう走りやすいねと、やっぱり普通っぽいっていいねと、そうね、ハイブリッドと比べた時の話いろいろあるんですけれども、それちょっと別の動画にしたいので、とりあえずねこれガソリンモデル乗って、であとそう乗り心地で言うと、タイヤがね柔らかいです。グッドイヤーのブランドの1856515というタイヤなんですね。で厚みがあってタイヤが柔らかいっていう以上にゴムが柔らかくてサイドウォールも柔らかい、ごめんなさい、トレッドのゴムが柔らかくてサイドウォール手で押してみても柔らかい。見た感じはすごいねブロック剛性高そうなタイヤの形してます。サイドの部分溝が少なくて溝も浅くてブロックがねよれにくいようなタイヤをしてる。で見た感じですとこれちょっとうるさいのかなとか、固めの車ってロールするとタイヤの外側が設置するんですね。で外側を使うことを考えられたタイヤで外側硬くなってるタイヤなのかなとか見えるんですけれども、乗ってみるとねそんなことない。もう全然ねタイヤの柔らかさが感じられる乗り味で、これがあれですね、走っていてザラザラ路面とかの滑らかさにつながってきますし、コンビニとかの出口でちょっとしたねわずかな段差とかを越えた時のショックの柔らかさ、そういったところにもねつながってきてね、タイヤって決してね厚みがあったりとか小さいタイヤが柔らかいわけではなくて、それもありますけれども、ゴムの硬さってねすごく重要です。要するにタイヤの銘柄によって同じサイズでも硬さが変わってくる。でこのタイヤはあれですね、柔らかくていい感じを受けています。でそうね、あとブレーキもやっぱり純ガソリンモデルの方がどうしてもねまだちょっと扱いやすいですかね。ハイブリッドの肩を持つというか、ハイブリッドの方が今販売でも中止になっていて、どの車でもそうなんでしょうけれども、なのでハイブリッドを基準にして考えるとガソリンモデルやっぱりブレーキ扱いやすいねと。手前からね唐突なことなく聞いてくれて、なんかねいいか、ハイブリッドの比較でね言いたいところで言うと、ちょっとねハイブリッドの方が前が動きやすかった。でガソリンモデルのこの今乗ってる方が前が動きにくいこともあって、すごくねブレーキ扱いやすいです。じわーっと長く時間をかけてゆっくり止まってもいいし、クーッと踏んできて最後スーッと抜くのもね、もうどっちもうまくいけるし、コーナー手前で速度を調整するのもやりやすい、いいところがいっぱいですね。でブレーキのオートホールドからの発進はクリープがね気持ち強めなことがあってね、
そこにスッとつながっていく感じでクッと出ていく感じですね。コクっていうショックはないですし、そうね、ないですね。止まる時もカクッといかないんですよね。すごい自然に今ブレーキを。ヒットとかですとね、止まる前ちょっとサイドブレーキのオーバーラップが速くて、リアブレーキをね、止まる直前から引きずっちゃうのかなってとこがありましたけれども、フリードはないね。そう、これ思ってたんですけれどもね、ノントレーダー。軽くパーキングスペースで走るような時にちょっとクリープの強さが気になるようなところがあって、そこはね、ハイブリッドモデルの方がなんかこうね、疑似的なクリープが緩やかで滑らかというのはありましたね。で、最後、ハイブリッドの話出たので燃費の話をしますね。カタログ燃費ですと10キロぐらいの差になっていますけど、ちょうど10キロかな。でも実際に走ったら、それ以上の差になりましたね。15、6キロ差がつきましたので、もうほとんど倍ですよね。これちょっとびっくりしたんですけれども、やっぱりこれ車が新車だからっていうのもあるのかな。あとはもう同じ走り方をね、もう徹底してというか、そうね、今日走ったところですと16キロぐらい差が出たといったところでね。まあでも乗り味で言ったらどうだろう。ハイブリッドより自分はガソリンモデルかな。実際買うとなったらまた別なんですけれども、単純なね、乗り味だけじゃ車って選べないですからね。売却時の価格とか人気とか、あと2年後3年後市場がどうなってるかとかね、そういうのまで考えて車買うでしょうから、それはちょっと分かんないですけれども、単純な乗り味言ったら自分はこのガソリンモデルがすごく普通に生活に寄り添う車みたいな感じでまとまっているなと。でね、ハイペースで走っても破綻しないような、ハイペースというかね、普通に高速道路とか、山道走っても破綻しにくい車としてまとまってるなっていうのを感じました。ということでね、この動画は以上になります。